要开始看《Beastars》第3季了，就是距离上一季还是过了蛮久的。不过我对那个结尾印象还是蛮深刻的，而且我特别喜欢上一季的 ED。尤其是伊吹和陆毅的故事吧，这一季应该也是最终季了，好像是分为2部分播出。漫画的话，我是还没看，但是我可能会考虑看完动画之后去重新看一下漫画。我还是蛮喜欢 Beastars 的故事的，尤其是第1季的时候，真的还是蛮新奇的，对于它整个的故事的设定吧。哇，这开头这个草嘛，实录的这种草。胡萝卜汁儿。这是雷格西的档案吗？今さら1月の報告か。まったく嘆かわしいね。17歳の狼の友達の鹿の足を食べた。こんな出来事ばかりだな。いや待て。友人とはお互いに合意の上。真正的友谊。食殺犯の成敗が目的だった。だと。毒を持って毒を制す。释放了已经。興味深い。你还是要制裁吗？哇，这等于说应该是一个警局吗？哇，我喜欢这个。这是谁的视角？哦不，雷格西是哦，应该是因为吃了那个肉啊。啊，他在抑制住自己的食欲。
应该是那些警察审视他的时候。哦。この体に流れる血が今も生きた肉を求めている。但是很可怜那个戏。引っ越しの挨拶もなかったし、絶対ろくなやつじゃないわね。一言文句言ってやる。胆子真的很大，不得不说。どうしよう。いきなり文句言うのもあれよね。こんばんは。私、隣の部屋のセブンと申します。よろしく。無視？何あいつ。社会人としてありえない。すみません。お隣这さん。很雷格西。天呐！食肉反応がねえな。本当に肉を食ってねえのか、あいつ。いや、それにしちゃあの症状はおかしいな。ただの肉酔いじゃねえな。出前持ってきました。Panda Express。入ってくれ。そこ置いてくれ。釜揚げ笹の葉トッピングお待たせしました。500円です。お前何着ても似合うな。じゃあそんなあん時は別れた女房が持ってきたこと焦ったぜ。まあそれよ。何をするつもりですか。いえ大丈夫です。是 PTSD。草食獣の足を食べたんだから刑務所で罪を償うつもりでした。でもルイ先輩たちが証言してくれたおかげで微罪処分ってことで釈放されたんです。けど食肉前科獣って記録に残るそうです。顔に傷のある童貞の前科者か。やっぱり今でも食肉犯を捕まえて治療してるんですね。前より状況が良くないんだ。お前もう一度俺の仕事手伝うつもりないか。うどん屋より金出すぞ。いや、いらないですよ。兵法私の金なんて。なんだだこのクソガキ。俺は表社会でまっとうに働いてウサギのハルちゃんと幸せな家庭生活。现在能有地方要他做打工就已经不错了。そういや、お前んちってどうなんだ。うちですか。いや、無理に言わなくていいぞ。なんとなく聞いただけだ。好喜欢杏毛的耳朵。父も母もいません。おじいちゃんと2匹暮らしでした。Bさんは元気なのか。多分。そうか。ああ、仲が悪いわけじゃないんです。ただ俺逮捕されたことも伝
薬だ。食肉の禁断症状も満月3回くらいまではかなりきついからな。一応だ。ありがとうございます。麻药。じゃあな。失礼します。レゴシー。はい。さっき食肉全荷重って言ったな。はい。そうか。食肉全荷重だとできないぞ。え？草食とのいい種族。哦不，已经有案底儿了。結婚できない。哦不，天塌了。青春だね。哦，是他的毛发。百獣の王は獰猛で強いはずなのに、お前のたてがみは美しくて優しいな。哦不。どうだ、足の具合は。案外歩けるようになるものですね。哦。最新の素材、最高の技術を使ったからな。大学生活にも支障ないだろ我好喜欢这一段ありがとうございます。音乐。お前の足は本土財閥の御曹司としての道を歩むためのものだ。肉食獣に食わせるためのものではない。はい。アドリブは楽しませてもらったが、やりすぎだ。あなたの筋書き通りに生きろと。そうだな。だがそれだけではない。自分で考えて果たしてほしいのだ。お前の役割を。我相信路易。今度こそ俺は向き合わなければならない。社会の外側ではなく、この社会の中でどう生きるのか。他还是那么的坚强。哦不。哦，确实以前还没有呢。那个真的太惨烈了，不得不说。根深蒂固的这种偏见，没办法。好可爱，坐在他腿上的，全都在食肉那边。对的。ありがとう。エリートコース決定だよな。レゴシー尻尾啊，可愛呢。ちょっとごめん。もしもし。ジャック君、レゴシがどこにいるか知らないか。は？え？レゴシのおじいちゃんですか？ご無沙汰してます。レゴシが退学
したの本当か？学費が返金されてしまって、電話も通じないんだ。何か知らないか？電話は解約しちゃって、退学の件はご存知だと思ってました。外公还是挺好可爱呀、安心してください。レゴシなら心配ありません。急に退学したのも多分あいつなりの考えがあってのことだと思います。レゴシは芯のあるやつだから。这是什么鳄鱼吗？这不是亲生的，这是鳄鱼皮吗？还是蛇皮啊？天哪！之前好像都没有讲过他家人的事情。こっちこっち。遅れてごめん。新入生説明会が長引いちゃって。嬉しい。ここ来てみたかったんだ。このカフェラテ本当に美味しいよ。同じのにした。次それにしよう。そういえば履修どうした？適当。大学1年。滑り出しは上々。私はキラキラのキャンパスライフを送ると決めたの。もう高校時代のいじめられっ子の私とはおさらばよ。てか実はさ、私2匹に彼氏紹介したいんだよね。あこちゃんもう彼氏できたの？やだ。はるちゃん知ってた？いや、どんな子？こっちこっち。啊！チース、エアドと言います。これ私の彼氏。やっぱりそういう感じになるよね。びっくりするよね。いやー、アコと付き合ってると。不是平时站在一起看都看不见。なんか臭くない？肉食獣の匂いでしょ。食欲なくなる。哦。私たちの時代は異種族の彼氏なんて絶対ありえなかったけどね。異種族と恋愛なんて病気でしょ。結局同族が安全なんだって怪我してから気づくのよ。ねえ、場所変えない？そうね。ああ、せっかく盛り上がってたのに。トミオ。ねえ、レゴシ君。大人の社会って共存论。怖いみたい。这是什么动物啊？だから目肉の日と呼ばれてる。まあ今じゃ像是食肉动物一种什么狂欢之类的祭典。コモドオオトカゲの毒組、キタキツネの啊！ヒョウのマダラク、想要小排求他们了。ライオンの獅子組。あの組は去年までは羽振りが良かったんだが、今じゃ落ち目だ。ボスがいないと組なんて呼べるようなもんじゃない。さあ、目肉の日じゃ安くしとくよ。他这不会都是标价吧？让别人咬。ほんと肉食獣よ。但是他也没有把他带走，就是卖之类的。天呐，因为正好是满月了，更加的痛苦了。邻居小姐也挺可怜的。
药也没吃。大丈夫です。哇塞！哦，好可爱！頼むよ。少しくらい待ってくれてもいいじゃないか。原料を準備してくれないなら薬を渡すわけにはいきませんよ。いろいろ立て込んできてさ、わかるだろ？イケメンのボスを食うのに忙しかったのか？別にいいんですよ、こっちは。胃解薬の原料の取引ができる組はあんたたちだけじゃないんですから。来週にはなんとかするって。当てになりませんね。象牙の一本も手に入れられないようじゃ、今度は。待たせたな。それでいいか？おお、こんなに上等の象牙。さすが天下の仕組みですな。おい、誰だ？そう。これで薬が作れるはずだ。期日までに用意しておけ。はい。期日を破りそうだったのはそっちだけどな。这就是刚刚杀掉那个小老头的。啊！哦，等一下，这个声音，所以他是要想当狮子组新老大啊。但是第一集就已经发生挺多事儿了，交代了很多，就是自从上一次那些悲剧发生之后，就是整个不管是学校还是社会上的，他们现在整个结构啊、准则、法则都有了一些变化吧，进度还是有点小快的。第一集就有很多 BGM， 我非常的喜欢。本身食草和食肉他们这两种种族之间非常脆弱的这种关系羁绊，经过上一季结尾，我觉得真的是变得更加的破碎了。现在连大家感觉像装都不装了一样。不仅他们现在学校原理是这样，像哈鲁他们那个大学也一样，其实也能听出来，就是跟其他的种族或者说是食草和食肉的这种谈恋爱、谈对象啥的，应该是比较年轻的新潮吧，算是。本身这两个种族之间就有很多间隙，并且还有一些根深蒂固的偏见。这下又要更加往以前走了吧，就是本身是想本身还能看到一些两个种族能够就是关系更加融洽的方法，但是现在反而更倒退了。就是雷格西他已经住进一个新的公寓了，而且应该也是省去了很多，比如说他找完路易前辈之后，比如说在那个看守所发生的事情吧，感觉他真的是饱受了非常多的折磨。同时也有一些新的角色的登场吧。其实非常好奇的是他那个外公显然不是狼的种族吧，那他外婆应该是狼，所以等于说他应该是个混血。那在他们那种年代，他们已经是异种族结合了，也还挺期待他们的这个背景故事的。我记得哈鲁确实应该是雷格西的学姐吧，算是他已经进入到大学了。现在雷格西跟哈鲁的这个幻想也破灭了，应该也很期待他们后续的故事和关系，不知道他们还会有怎样的交集。最喜欢还是路易前辈，他还是依旧的那么深得我心，而总觉得装了一只的他现在更帅了。本身路易前辈带给了狮子组一种新的方向吧，像是一种救赎感。现在狮子组也是马上迎来了一个新的老大，感觉看上去十分的凶残了，感觉是完全要把狮子组带向跟路易前辈曾经就是完全相反道路了。那这一视频到这结束了，我们下期再见了，拜拜。